と長男の有馬と次男のオリトです。今日はどこにいるでしょうか。はい有馬の格好がこれ制服着てます制服ですよね。コンサイズって書いてある。僕の職場です。有馬の職場にお邪魔してて、職場に来てもらいました。邪魔しました。今日は俺がね飼育員としてここねサンシャイン水族館っていう水族館でアシカのね担当してます。じゃあでかい。これサンシャインで一番でかいサンシャインで一番でかい今日は俺のね職場が、どんな感じなのかちょっと兄弟を連れて紹介をしていきたいと思います。ありがとうね。お願いします。では行きましょう。綺麗なとこだね。いろんな魚がおる。有馬が後からツアーをしてくれるみたいなので、その前にちょっと私とオリトでいろいろ回ってみたいと思います。行きましょう。行きましょう。このクラゲさ、ファインディングニモのシーン思い出さん？どのシーン？魚がさ、クラゲの間をギューって逃げて、めっちゃなんかビリ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 ってなってなんとか脱出する。そうそう、こんなクラゲじゃなかったっけ？こんなクラゲだった気がする。今から有馬の好きな爬虫類コーナーに行きます。有馬の部屋に戻ってきたみたいですよ。死んでるもしかして。死んでないでしょ。ニモン。これから有馬がアシカのショーを始めるみたいなので、今から撮っていきたいと思います。ステージ上にアシカがやってきてトレーニングや練習を行っていきます。ぜひご覧ください。それでは準備ができましたので、ステージ上にアシカがやってきます。
すごい有馬大活躍で最高のアシカトレーナーですね。はい、じゃあね、早速サンシャイン水族館のツアーを2人をね連れて行きたいと思います。まず最初に、俺がね担当しとる動物たちの紹介。じゃあこっちから行こうかな。これアクアリング水槽って言って、アシカが泳いでる水槽です。サンシャイン水族館の象徴的なサザエさんにも出とったけど、これドラえもんにも出とった。はい、アシカって寿命どれぐらいなの？ここら辺はいくつぐらい20年から25年ぐらい。メスの方がちょっと長い。これがオス。これカリフォルニアアシカ。メインはカリフォルニア州らへんの海岸沿いだけど、カナダとかメキシコぐらいまで、もうアメリカの西海岸全域に住んでる種類のアシカ。オスの方がめちゃくちゃでかくなる。カップで今190キロぐらい、メスは75キロぐらい。最大もっと300キロ以上にはなる。もっと倍ぐらいにはなる。この子はサンシャイン出身。ここは実は上野動物園。お父さんは上野におる。子供の時からおるけど。これスペイン出身。スペインの動物園から来た。で今サンシャイン水族館は全部で何頭のアシカがおるの？アシカは9頭かな。結構おるね。結構おる。全部トレーニングができるとかやってる。その時間や。すげえ。めっちゃ飛びよるじゃん。さっきまで遠かったのに。中で餌ないんだ。で上がって。じゃあこれはアシカね。はい、じゃあ次はね、もっと進んでいきましょう。ここはマリンガーデンって言って、サンシャイン水族館の屋外エリア、外のエリア、ビルの屋上に立ってます。サンシャイン水族館は。じゃけもう今日は曇りだけど、てか雨だったのに、曇りになってよかったよ。まだおる。ちょうどね、2月に3頭生まれました。奥の2頭が子供、手前がお父さんとお母さん。生後2ヶ月で、お父さんがめちゃくちゃイケメン、めっちゃ面倒見してる。俺も去年までは担当だったんよ、カワウソの。今年からアシカに移った。で、カワウソはね、一番ペットにしたい危険動物でもある。可愛いじゃん、めっちゃ、ちっちゃい子だけ割と流行ったんよ。ペットブームとかでカワウソのカフェとかいっぱい出てて、カワウソペットにした人もいっぱいおるけど、まずめっちゃ噛む。だから危ない。野生動物だけめっちゃ噛むけ危ない。めちゃくちゃ臭いカワウソって。縄張り主張するために臭腺ってして匂いが出る腺がある。それが結構臭い。で家の中で飼ったりしたらめちゃくちゃ臭くなる。あといろんなものかじりまくるけもうボロボロになるし、プラス水辺も必要。餌もなんか魚とか難しい。それで持て余して飼いきれんみたいなことが結構あった。また出てきてかわいい。1匹なんか200万とかで売れるけ、東南アジアに住むんだけど、コツメカワウソ密猟がめちゃくちゃ横行して、日本は結構コツメカワウソの密輸大国ナンバー1ぐらいになって、スマートですがスーツケースとかにもうこれよりももっとちっちゃいぐらいのカワウソ詰めて、ペットの業者とかに売って可愛いと思ってる人たちはお金があれば買っちゃうじゃん。それで結構数もめっちゃ減って、もう今は絶滅危惧種。カワウソ見たかったらもうこういう水族館とかに来て見てって感じ。飼育員の立場的には家で飼える動物じゃない。で今飼われてるやつもまだ目が開いてないぐらいの状態で10匹連れてこられて生き残った1匹とかが運よく、人にもちょっと慣れてみたいなのを YouTube とかでおったりするけど、もう超レアケース。その1頭が、ちゃんと飼われてる間に20頭ぐらいはもう死んどる。で親も殺されたんよ。子供を取るためにとりあえず親撃って殺して輸入前のカワウソを取って日本に持ってきて高く売るみたいなのでめっちゃ数が減ったけ。インドネシアとかフィリピンとか、結構東南アジアに割と生息域広い。で俺も結構トレーニングしとったけど、もしかしたら俺がおるのは分かってるかもしれない。ここはケープペンギン、ほらいっぱいおる。見てこれ。いっぱいおるよ。これはね工事中です。普段だったら13話ぐらい聞こえた。学校でも俺ペンギンも担当しとって、去年まではねここで餌あげたりはしてました。あとは鳥インフルエンザが発症したんや、近くで。そしたら野鳥の糞とかで感染する恐れがあるけど、屋根がないところだと飼えませんということで、冬からはちょっと休止中。ここはだけど本物のケープはこ
結構サンシャインの割と目玉2017年ぐらいにリニューアルされて、よくポスターとかであるよね。そうそうそう、空飛ぶペンギンとかのポスターとかも割とここが使われるところが、奥にビルがあって空を飛んどるように見える。割と温暖な地域、日本でも外で夏も冬も外で飼える種類。皇帝ペンギンとか王様ペンギンとかはめっちゃ寒いとこに住んでるけ、ここだともう暑すぎる。水もめっちゃ冷やしてなんか雪降らせてるような屋内の施設じゃないと大変けど、ペンギンは温度に対する耐性は強い。これ本当すごいね。めっちゃ映えるよ。めっちゃ映える。こうね、空飛んどるように見える。後ろがビルだけ。屋上にある水族館ならではの展示っていう感じ。全部で何羽？サンシャインには全部で50数羽、50羽以上。卵は2個ずつ。1個産んで1週間後ぐらいにもう1個産んで2つ産む。オーブっていうの。大体大物ですよね。もう夫婦基本的には一生連れそうなの。だけど毎年同じ個体とずっと一緒に連れそう。ペンギンモノガムスだもんね。そう今担当してるのはこれ桃色ペリカン、ブライト・ワイト・ペリカン。ライトワイト。ブライト・ワイト・ペリカンで、これピンクだけど餌の種類によって白になってる。魚とかだけだったら白だけど、オキアミって言ってエビの赤ちゃんとかプランクトンみたいなのをあげるとめっちゃピンクになる。あ、じゃあそれをあげとるの。そう、それで発色が出る。食べ物によって体の色が変わるの。色が変わるっていうか、お尻の上あたりに油が出る線がある。でそこを今塗るんよ、体に。今もやってるから。あ、塗るよね、そこ塗るよ。それで水めっちゃ弾くようになる。で、それになんかピンク色の成分が含まれてるんで、ここら辺とかどうやって自分でつけるの？こうやって体に。可愛い、めっちゃ。めっちゃ可愛いよね。はい、俺が働いてるところをいおりとおりとに見てもらいました。どうだった？いや、昔からやっぱり動物が大好きな有馬だけど、すごい天職だなって思った。知識もすごい豊富だし、日中も動物、家帰っても動物、四六時中動物の有馬です。今日は有馬の職場に、はい社会見学をオリとと私でしましたが、ありがとうね。楽しんでもらえた？すごい楽しかった。新鮮な体験だった。ね、めっちゃ面白かった。はい、じゃあね、池袋にあるサンシャイン水族館、俺の職場に行っていろいろ皆さんに紹介をしました。この動画が良かったと思う人はぜひ、like、comment And subscribe. ください。はい。 See you in the next video. Alright, see you later. Bye.